盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは目切りは必ずするべきかというテーマでいきます。目切りというと黒松、赤松、錦松なんかあるんですけど、それを絶対に目切りをするべきかといえばそうではないというお話なんですけども、木の状態が良くない時はもう目切りはもう最近だとしない方がいいですね。なんならちょっと前に比べてもあんまり本当にしない方がいいケースが増えたなというような感じがします。じゃあ木の状態なんですけど、木の状態が良くないというのはどういう状態かと言いますと、目切りはだいたい夏にしますけど、その直前の春に植え替えたばっかりであるとか、そういうのは目切りしない方がいいケースがもう多いですね。あと植え替えはしてないですけども芽が弱いと、そういう場合だいたい植え替えしとんでもだいたい芽弱くなってるんでね、だいたい全体的に芽が弱いなと思えばもう目切りしない方がいいです。ちなみにこの僕の横にあるこの黒松、状態としては悪くなさそうですけど、今年っていうかこの間の目切りはしてないですね。その割には葉っぱが別にそんな長すぎるわけでもなく、なんか汚らしい感じに荒れとる感じでもなく、たまにちょっと本当に長い芽をちょっと切ることはしましたけど、そんなに悪くない状態だなとは思います。だから、黒松はもう目切りしないと本当にもうボサボサになって荒れてしまうと考えることはない、それに凝り固まることはないかなとは思います。ただいくつかそれも条件はありまして、これなんか1回針金かかってて芽数がもともと多いから目切りを全然しなくても芽数の多い分それで平均化してくれたっていうのもあります。だから芽数の少ない木、例えば、鉢が大きいのに芽数が少ないなんかっていうような木は、結構切らなかったら本当にそこに栄養がもともと集中するような作りなんで、ちょっと葉っぱがだらしない感じになりやすいとこはあると思いますけど、それでもその木がでも弱っとったらもう目切りはしない方がいいだろうと。でもこの子なんかでもね、目切りこの間かしてないんですけど、大丈夫でしたね。ちょっとね弱ってたから目切りしなかったいう黒松なんですけど、弱ってた分ちょっと枝枯れも起こしてるとこもあります。これ仮に今目切りもせずに枝枯れしてるような子なんで、目切りしてたらもっと枯れてただろうなとは思います。だから絶対目切りせないかんって思ってた方がこれもし持っとったら、ひょっとしたら今もっとひどい状態だっただろうなとは思いますね。だからなんで多分ねこの5年ぐらいでしょうね、すごく、香川県西日本の温暖な地域ですけど、夏の気温がねものすごい高いんですね。だから35度以上がもう本当に続出というか、すごい35度以上、最高気温35度以上の日がすごく多いです。でいろいろ僕もそういうの調べてたら、植物全般に言えるかどうかわからないんですけど、35度を超えると成長が止まるというか鈍くなるみたいなことがあるらしいんですね。でちょっと前だったらその35度以上があんまりない時代は目切りうちもどんな黒松でも少々植え替えしとっても目切りすればええわぐらいでやってた作業なんですけど、それでうまくいってたんですね。ほんでただ暑い日が増えだしてからもそういう感じで目切りをし続けていたら、ちょこちょこと傷む子ができてきたと。これはやっぱ暑さと関係あるんでないかなとなんとなく思ってたんですけども、関係あると仮定しても
弱ってる子はもう目切りせずにちょっと置いとってみようかという気を増やしていったら、割とそんなに目切りしなかったからって悪くならんかったんで、本当に厚さとその目切りは関係してるんじゃないかなというふうに最近はもうかなり確定的な感じで捉えてます。はい、だからこれから温暖化があるんかどうかわからんですけど、こういう感じで夏がすごく高温が続くようだったら、黒松の目切りというのはもう弱ってたり、これは弱ってるのかな弱ってないのかなとか迷うような木はもう目切りせずにそのまま置いとってみましょう。でたまに長い芽だけ切るのはありだとは思います。長い芽で置いといてもう秋冬にその飛び出過ぎた枝を取るでもええとは思うんですけどね。はい、だからお客さんの中でも黒松はもう目切りとかね、決めてらっしゃる方も時々おられるんですけど、そうではないですよというようなことが、今回の動画の趣旨ということで、今回は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷十一でした。チャンネル登録お願いします。